こんにちは。シスコでエンジニアをしております。ミノーラです。今回は、インナーメソッドに EAP-TLS を使用したピープを紹介します。以前の動画で、ピープでは、アウターメソッドを使用して暗号化されたトンネルを作成し、暗号化されたトンネルの内部で、インナーメソッドを使用して、実際の認証を実施することを解説しました。このインナーメソッドでは MS-CHAP-V2 に加えて EAP-TLS を使うことも可能です。では、今から実機を用いてアウターメソッドに PEEP、インナーメソッドに EAP-TLS を使用してエンドポイントを認証してみます。ICE では EAP-TLS の時と同様にエンドポイントのデジタル証明書の発行元の CA のデジタル証明書を ICE にインポートしておきます。また、Trust for Client Authentication and Syslog をチェックしておきます。また、Certificate Authentication Profile を定義し、エンドポイントのデジタル証明書のどの値をエンドポイントのアイデンティティとして使うかを指定します。Allowed プロトコルでは、アウターメソッドとして PEEP、インナーメソッドとして EAP-TLS を有効にしておきます。また、ICE とエンドポイント間の無駄なやり取りを回避するために、Preferred EAP プロトコルには PEEP を指定します。ポリシーセットのルールでは、アウターメソッドに PEEP、インナーメソッドに EAP-TLS が有効な Allowed プロトコルを指定します。オーセンティケーションポリシーの .1x 用のルールの参照先のアイデンティティソースには、先ほど定義したサーティフィケートオーセンティケーションプロファイルを指定します。オーサライゼーションポリシーでは、認証に成功したエンドポイントに対して、リザルトとしてパーミットアクセスを割り当てます。スイッチ側の設定は MS-CHAP-V2 を使用したPEEPの時と同じです。エンドポイント側では NIC で EAP-TLS を使用したPEEPを有効化する必要があります。まず NIC を右クリックし、プロパティをクリックします。オーセンティケーションタブをクリックします。オーセンティケーションメソッドに PEEP を指定します。そして、オーセンティケーションメソッドのセッティングをクリックします。PEEP のアウターメソッドでエンドポイントにおいて ICE のデジタル証明書を検証するために Verify the Server's Identity by Validating the Certificate をチェックします。そして PEEP のアウターメソッドで ICE のデジタル証明書を検証するために使用する CA のデジタル証明書をチェックします。今回 PEEP のインナーメソッドでは EAP-TLS を使用するためSelect Authentication メソッドにはスマートカード or Other Certificate を指定します。
次に、Select Authentication Method の右横の Configure をクリックします。先ほどと同じような画面が出てきましたが、こちらが PEEP のインナーメソッドで使う EEP-TLS の設定になります。インナーメソッドの EEP-TLS でエンドポイントにおいて ICE のデジタル証明書を検証するために Verify the server's identity by validating the certificate をチェックします。そしてインナーメソッドの EEP-TLS で ICE のデジタル証明書を検証するために使用する CA のデジタル証明書をチェックします。次に、インナーメソッドの EEP-TLS において、エンドポイント側が使用するデジタル証明書関連の設定をするために、Advanced をクリックします。サティフィケートイシュアーをチェックし、インナーメソッドの EEP-TLS において、どの CA が発行したデジタル証明書を使用するかを指定します。そして、OK をクリックします。再度、OK をクリックします。もう一度、OK をクリックします。次に、Additional Settings をクリックします。Specific Authentication Mode をチェックし、User Authentication を指定します。そして、2回 OK をクリックし、変更内容を保存します。では、エンドポイントをスイッチのポートに接続してみます。Show Authentication Session Interface コマンドを実行すると、.1x 認証が成功していることが確認できます。ICE 側のライブログでも .1x 認証が成功していることが確認できます。オーセンティケーションプロトコルでは、アウターメソッドに PEEP、インナーメソッドに EEP-TLS を使用していることが確認できます。では、実際にやり取りされたパケットのキャプチャーを見てみます。ICE は使いたい認証方式として PEEP を提示していることが確認できます。エンドポイントは PEEP に合意し、クライアントハローを送信し、アウターメソッドによる暗号化されたトンネルの確立を開始していることが確認できます。インナーメソッドのやり取りは暗号化されているため、ワイヤーシャークで確認することはできません。最後、まとめになります。PEEP のインナーメソッドでは、MS-CHAP-V2 に加えて、EEP-TLS を使うことも可能です。今後も .1x 関連の動画が続きますので、興味のある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします。